ネームバリューに騙された有名パートナーが音信不通、本当にあったセールスフォース導入時刻ということで、バイネームバリバリいます。痺れますねダメでしょ。最悪降格ですよこれ。言葉選ばずに言うと、かわいそすぎません？有名パートナーだから安心っていうのはもう一回考えてほしい。こんにちは、システム組み立てチャンネルの大滝と新森です。新森さん、はい、ちょっと今日僕たちラフな格好をしてるんですけど、はい、タイトルはネームバリューに騙された有名パートナーが音信不通、本当にあったセールスフォース導入時刻ということで、ちょっとえぐい内容なんですけど、はい、ちょっと僕たち2人だけでちょっと炎上しそうなんで、そうですね、燃えそうですね。今日は鎮火役ということで柳生さんに来てもらいました。被害者の会代表の鎮火役で鎮火役と便乗しても大丈夫です。はい、いや結構この手の相談って私個人でもいろいろ知り合いとか経営者の仲間とかいる中でいただくんですよね。はい、ちょっと今日は気合い入れていきますのでいろいろとお話しさせてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ今日はこの3人でお届けしていきたいと思いますが、早速本編に入っていきたいのと思ってます。本当にあったセールスフォース導入時刻ということで4つ今日はフライク社に問い合わせがあって、どういう状況かって聞いたらこういう状況でしたっていうのをケースを4つ用意してます。本当に起きていて問い合わせをもらってそれを大滝さんが聞いた話なので、もう事実ってことですよね。リアルです。想像の話とかじゃなくてってことですよね。なので僕たちは P で届けるので、バイネームバリバリ言います。言っちゃうバイネームバリバリ言うけども、編集の力で P、もう P を全部 P かもしれない。なるほど。じゃあ普段僕らがご飯食べたり飲み会の時話してる内容をもう言っちゃうってことですね。怖いけど多分気になる方めちゃくちゃ多いと思うんで、やりたいこととしては、こういう状況にならないようにしっかりパートナー選びをしてくださいっていうのを後編でお伝えしようと思ってて、教訓としてね、そうこういう問い合わせもあったと。歴史から学ぶじゃないですけど、そうです、しっかり学んだことを活かしてこういうふうなパートナー選びをしましょうということで、後編では新参と言われる新しくセールスフォースのパートナーになった方の特徴と、古参って言われるどういうことができるみたいなことのこの思想の違いとかもしっかりあるので、後編では真面目な話を届けていきたいんですけど、前編の30分この動画ではガチめの内容を説明をしていきます。じゃあまずさらっと4つご紹介をさせていただきます。まず1つ目がケース1ってことで、数百万円かけて導入したのに業務が1ミリもですよ改善していない会社の話。ケース2、有名パートナーなのに連絡がつかない、逃げたパートナーの恐怖。これマジあった話です。ケース3、セールスフォースしか知らないパートナーの悲劇。ボックスもフリーも知らない。ケース4、構築開始からライセンス契約、過剰契約の落とし穴っていうことで、この4つ、全部深掘りしてバイネームで全部 P でいこうと思いますので。バイネームどっか知らないですけど、なんか全部聞いたことある話だから、あるあるですよね。つまり他社のことじゃなく、もう本当自社でも起こりうることなので、しっかり歴史から学ぶっていうことで、一つ一つ説明を新堀さん。数百万かけて導入したのに業務が1ミリも改善してないと、これ金額の割合にしたらどのくらいなんですかね。数十万ぐらい。何が1ミリって数百万のかけて、その効果としてそうです。ミリって1000分の1でしょ、単位としては。どうなんだろう。数百万円っていうのは支払いの投資の金額であって、セールスフォースのライセンスは1年契約3年契約ってもちろんあるし、人ですよね。人件費換算も考えなきゃいけないですね。ちょっと具体を教えてもらって何が起こったんですか。この P 入るんですよね。 P しか入らないです。じゃあ教えてください。言っていいんですよね。言っていいです。ぶっちゃけ言うとケース1番目のこの数百万円かけて導入したのに業務が1ミリも改善してない会社さんはどういう風な企業さんだったんですか。もうすごくでかい、誰もが知ってるっていう企業さんですね。グループ、通称痺れますね。パートナーはどこだったんですか。パートナーはあ、有名、超有名っていうか、トッ
プに近いトップに近い。トップ5に入るんじゃない？セールスソースの界隈だったら、ですよね。ここと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 の、ぐらいみたいな噂はちょくちょく聞くんですよ。知り合いもなんかそんな感じのことは言ってたんですけど、実際にあった話ってことですもんね。そうです、そうです。ちょっとじゃあ聞かせてもらいましょう。某に依頼をして、システムを作りましたと。確かこれ、うん千万かかってるんですよね。今年の記憶によると。100万じゃねえと。100万じゃない。うん千万かかって、本当にもう土標準、何も手こ入れしてない、そのままのサービスクラウドが土標準でポンと入っている。で、導入当初もやり取りをして、ベンダーさんとやりながらも、電話はしてくれるなと。バックログに、パートナー側がバックログに2名だけ入れてあげると。この2名だけからのバックログからの問い合わせしか受けませんと。でもこのお客さんって、今我々が相対してるのって、もうそれでも10人、15人ぐらいいますじゃないですか。そのうちの2名。2名です。ははー、大変。2名だけバックログに入れて、そこでしかやり取りはできませんと。メールももうチャットも受け付けません。電話もしてくれるなっていうプロジェクト体制からまずスタートをしている。はー。殿様商売です。そうです、そうです。なのでやり取りもうまくいかずに、で、もう依頼するのがめんどくさくなっちゃって、で、そのエンドユーザーさんも名前的にやっぱ IT もできる人たちじゃないですか。なので、もう自分たちでどうにかやった方が早いよねってなって、どんどん離れていって、最終的にベンダーが作ったものを諦めて自分たちで新しく作ってちょこちょこ問い合わせしながらできましたと。ただ全く使えてませんっていう状態ですね。1000万級クラスかけたのに全然全くです。ちなみにそのパートナーさんはセールスソースさんからの紹介。そうだと思います。エンドユーザーがセールスソースを入れたいですと。どっかいいパートナーさん紹介してくれませんかってなったら、やっぱ有名企業なんて有名企業を紹介するから、なんでしょうね。だと思いますよ。僕もだからセールスフォースのいわゆるコミュニティイベントとか、なんか東京でもよくあるんですよね。パーティーみたいなやつがあると、必ずと言っていいほどいますよね。さんは。いますね。P 入ってなかったら怖い。その経緯が、まず、本体にセールスソースがありますと。で、子会社の中にセールスソースが確か3つか4つあったんですよ。で、それを全部使ってるのがなので、この部署がやるってなった時に、もうそのまま詳しいから、みたいな感じですね。政治的というか、企業と企業の関係で、ここだよね、みたいな感じで行っちゃったってことですよね。そうです。じゃあ、紹介もされたし、元々の付き合いも大きいアカウント単位ではあったし、もうなんかそこしかないよね、みたいな感じで、ある意味、いいねに近いというか、多少の工数計算して、はい、これです、みたいなので、始まっちゃったっていうのが、これってことですよね。これです。はい。しかも、順位人じゃなかった12人です。じゃあ成果物というかなんもないですね。なんで結果もう自分たちで作ろうって言って頑張って使えるように作り変えたけどやっぱりプロが作ってないので、なんかちょっとこれ以上話すとなんか泣いちゃいそうその時はどのタイミングでフライク社が入って結果どうなったんですか？入ったタイミングはおそらくもう運用してて、そのベンダーも抜けて自分たちで頑張って使ってる多分タイミングでお問い合わせいただいたんですよね。で、そこからやって、ただ我々はもうセールスソースっていうスタンスを一回外して、まずもう全員からヒアリングをしましょうっていうところで、関係する部署の全部のヒアリングを、業務ヒアリングをしました。で、業務ヒアリングだけじゃなくて、このお客さんはワークショップを定期的に開催して、本当になりたい姿とか、もうどこでもドアでもいいよと。そのレベル感でどうなればいいのっていうのをもうすごい時間かけて語り合って、で、そこから主選択していって、こうしようっていうのをしっかり設計した上で作りましたね。いい選手ですね。言葉選ばずに言うと、かわいそすぎません？そうですね。てか僕たちのビジネスではなく、こういうシステム業界のこういうことが発生している時点でなんか良くないというか、なんでなんだっけみたいなすっごい思うんですけど、現実起こっていることだし、フライクのお客さんの話なんで、ちょっとドキッとしますよね。バトってもいいぐらいのレベル感が起きてるんですけど、エンドユーザーさんもそういう立場じゃないですか。なので多分
の気持ちも一部わかると。準委任だから契約書にないからよくわかるから、もうじゃあ俺らが頑張ればいいよね、みたいな感じで、あえて揉めずにもう自分たちで頑張ったっていうのはあったみたいですね。もう結果このお客さんすごいのは、標準形とかある程度の開発は自分たちでするんですよ。ある程度ね、うちが作った内容を元にやってるので、今も手離れてますもんね。手離れてますね。サポートぐらいしかやってないんで。なるほど、なるほど。じゃあ本当に最初の、構想の部分とか、本質がちゃんと整理、最初からされてれば、元々はうまくいってた可能性が高いお客さんでもあるってことですよね。なおさらかわいそう。しかもその僕らが入ってる間も使えないセールスソースの環境のライセンス費をずっと払い続けるわけじゃないですか。しかもそのライセンスが2、3本とかじゃなくて100単位ですよね。うん百、そうそうそう、1000、2000近いとかそのレベルですよね。まず前提見てる方にも理解してほしいんですけど、セールスフォースって簡単じゃないと思うんですよ。なのでユーザー全体で言うと多分使えてる人たち、使えてるユーザー数より使い切れてない、使いこなせてないアカウントの方がマーケットとしては大きいと思うんですよね。でだからこそ多分今回で言うとさんみたいな本来そこの支援をしてあげる人たちっていう価値があると思うんですけど、そこがとうとうなんかある意味逃げてしまうというか、使えないこういったことを起こしてしまうと、もうなんか一生使えないまま終わってしまうというか、二次被害三次被害みたいな話がなんか当たり前に起こっちゃうなって思いますね。PM ガチャも正直あると思ってて、すごくいい人たちというか、うまい人たちっていらっしゃると思うんですね。その大きな案件もちゃんとやっていらっしゃるので、ただちっちゃい案件、数百万円の初めの発注金額の時には、いい人がアサインされないっていうのも現状としてあるので、大きいだから大丈夫みたいなのは最近もうない。確かに。てかそれに失敗してますよ、この案件は。で、その PM の人は打ち合わせにしか出てこない。で、バックログには入ってないらしいんですよ。で、その内部にいる、その下につくエンジニアさんたちっていうのはもうめちゃめちゃジュニアな、新卒1年目、2年目みたいな子たちだから、その子たちに問い合わせをしても、レッスンまでに1週間、2週間、普通に時間がかかって、なんか多分上にエスカレーションを上げて、そのコピーが返ってくるみたいな。もうなんだこれはみたいな状態だったっていうふうに聞きましたね。でも、そのジュニアな人たちでも、さんだったら、多分単月単価200万ぐらいですよ。いやー、そうだと思います。怖っ。とりあえずちょっとバックログ必ず入ってるかどうか確認しましょう。それしか予防できない。本当。これまだ4分の1なんですけど。もう次行こう、次。重い。ちょっと話がどんどん変わっちゃう。じゃあ次、2つ目。ケース2、有名パートナーなのに連絡がつかない逃げたパートナーの恐怖っていうことで、まずね、僕とシンボリさん、これどこかちょっと分かってるけど、柳生さんがね、知らないので、まずエンドユーザーさんどこですか？はあ、大手にそんなことするんですか？むしろその下、セールスフォースパートナーの企業さんはあそことあそこでこんなこと起きるんですか？ダメでしょ。ね。ダメでしょ。担当の方がすっごくいい人で困ってますと。もう助けてくださいっていうシステムの問い合わせが9割って話したじゃないですか。まさにあれのいいお客さんのパターン。僕たち今こういう状況でこういうことになって、やばい、ヘルプミーみたいな。助けてくださいと。っていう感じになったんですけど、詳しくその時の状況を新森さん教えてもらっていいですか？はい、まずこれはもう何ももう分かんないですよね。ベンダーさんが飛んじゃってたのか分かんないですけど、もう連絡つかない状態なので、今のセールスソースがどうなってるかっていうのももう誰も分からないと。なのでそのめちゃめちゃいい担当の方が把握をしているぐらい。で、内容も土標準という土標準というより土標準みたいな。意味が分からん。カスタム項目1個も作ってないぐらいのレベルです。もう立ち上げてそのままってこと？そうです。もう契約したら入ってくるオブジェクトがそのまま使える状態。引っ越した時の冷蔵庫みたいな感じですよね。あ、そうです。高い冷蔵庫。結果これ使われてなかったんですよね、そもそも。使えないよね。そうです。だけど活動入力は頑張ってしてたよ。活動だけは頑張って入れられるからね。で、取引先って何みたいな。取引先責任者と取引先の違い何みたいなレベル感でした、最初は。それの状態でパートナーの方がもういなくなっちゃったというか。企業のフォームから連絡しても連絡がつかない。で、セールスフォースの担当営業に聞いても担当営業も変わってるから分かんない。で、これ厄介なのが、その契約自体はなんですよ。なるほど。がやってるので、セールスフォースのライセンスは経由なんですね。ただ、インプリとか開発はから
に依頼をしてる。はいはい。っていう感じなんで、セールスフォースさんもこの状況知らない。あ把握ができない。できないですね。できないですね。言葉が出ないですね。こんなことが起こっちゃダメですよね。まあこれもさっきのお客さんと同じで、訴訟問題にならなかったな。本当に。多分、初期費用は何百万だと思いますよ。ですよね。この感じ、規模で言うと。数百万は必ず行ってないと思うので、行ってないことを祈る。まあ作ってないですからね、実質まあ上。まあまあまあ。だけど、請負契約なのかなんかわかんないけど、まあ請負だったらダメか。契約の内容ってもちろん大事ですけど、これ本来契約の内容どうこうじゃなくあってはいけないことですよね、そもそも。特に企業対企業のやり取りの中で。これはフレイクさん、結局どういうアプローチというか、手伝いがあったんですか？これは、まず今何が起きてるのか、別のお客さんと一緒になりながら全部調査をして、システム設計書を全て作りました。あとはライセンスの最適化も行っていて、もともとセールスクラウドっていう高いライセンスを何十人って使ってたんですけど、結果何も使ってない。活動登録しかしてないってことが分かったので、プラットフォームっていう3000円のライセンスに全部切り替えて、まず使える状況っていうのを作りました。プラスまあ、早くもう使わないと血を出し続けてる状態だったので、もうアジャイルっていう形で機能要件作って優先度高いものから全部リリースをつどつどしていくっていう形で、今は営業領域っていうところでしっかりとこう使っていただいてるっていう状況になってます。このまま使い続けるべきか、解約すべきかっていうところまで来てたわけですね。はい。恐ろしいですね。1年契約でしたよね。1年ですね。1年契約の僕たちに問い合わせもらったのが多分6ヶ月目、7ヶ月目ぐらいのタイミングだったので、まあなんとかリカバリーが間に合ったって感じでしょうね。まあ前の動画で担当者ハピネスの話をしたと思うんですけど、今回のプロジェクト推進者が、まあこのじゃあセールスフォースの導入うまくいきました。それがちゃんと会社から評価されるかどうかっていう話をしたんですけど、逆のパターンだと思ってて、これによって本来ちゃんと導入運用したかった担当者が評価下げられる可能性あるじゃないですか。本当に。確かに。パートナーのせいで、外的要因のせいで、これ避けたいですね。部長だったんですよね、この人。で、その大きい組織じゃないので、グループは大きいですけど、まあ一つの部署みたいな感じで、すぐ上が社長だったんですよね。なので意思決定も早いものの、最悪降格ですよ、これ。いや、そうですよね。だってある意味、うん百万とか、うん千万のものを溶かしてるというか、っていう状況なわけじゃないですか。ひどい話ですね。ちょっとあと2つ持たないんで、次も聞かせてもらってもいいですか？じゃあ続いて3つ目ということで、セールスフォースしか知らないパートナーの悲劇、ボックスもフリーも知らない。これはどこの会社さんで起きたことなんでしょうか？これベンダーさんは分かんないですけど、ベンダーさん分かるよ。どこですか？なんか東京の超有名な企業らしいよ。そうなんですか？ちょっと忘れちゃった、ごめん。エンドさんは、企業さんですね。福岡の超有名な全従業員3000人ぐらいホールディングス会社の一つのところでセールスフォースを使ってる企業さんですね。これはセールスフォースは結構ちゃんと使えているっていう状態で、お客さんもセールスクラウドの機能をしっかり活用して使っているっていう状態なんですけど、じゃあその使えてるセールスフォースとボックスを連携したいとかフリーを連携したいってなると分かりませんと。もう僕ら無理ですと。お客さん頑張ってやってねっていうような状態。あとはまあセールスフォースも多分標準にすごく強い企業さんだと思うので、そのお客さんが帳票をセールスフォースから出せるようにしたいってなったら、もう作れませんって言って手を挙げちゃうような企業さんですね。有名どこで言うとスカイビジュアルエディターっていうツールがあるんですけど、それもわかんないって言われて、どうしよう。担当者の人が僕らに聞いてくれるんですけど、僕たちがセールスフォースのサポートしてないから答えてないし、そういう帳票系のことはセールスフォース永遠に聞いても、だからパートナーさんにお願いしますってなって、でパートナーさんとは保守の契約を1年契約を結んだらしくて帰れんと。辛い話ですね。なんか前提としてセールスフォースにはセールスフォースの得意な領域ってあるじゃないですか。ただやっぱりあれだけ大きい企業になっていろんなサービス展開してるんで、あれもこれもっていうある意味すごい便利な機能がセールスフォースの中にもたくさんありますよね。ただ一方でやっぱ持ちは持ち屋の精神もあると思ってて、じゃあ会計だったらフリーがとか、文書管理とか資料管理だったらボックスがとかっていう、やっぱそれぞれの得意なものをそれぞれまあ独立させておくっていうのも一つだと思ってます。これがちゃんとつながるからセールスフォースってより便利なものになるとか使いやすくなるとか、本質的なことで言うと業務フローにいい影響を与えるってことだと思うんですけど、それがある意味止まっちゃったってことですよね。
から相談する先がなくなっちゃって、情報収集はしたいもののできないとか、やりたいことがもうストップしちゃう。本当 CRM、SFA しかできなくなっちゃうっていうところですよね。その企業さんは結果事故にならなくてよかったかなって私は思ってますけど、良くないのがここに仮に代理店のベンダーが入ってたら嫌なこと起きてたなって思ってるのが一個あって、例えばボックスだと Google ドライブとか、ドロップボックスとか、競合系のツールやってると思いますけど、仮にそのベンダーさんがドロップボックスを売ってます。だったら、ボックスわかんないけど、ドロップボックスだからわかるから入れちゃいなよって言って、仮にドロップボックスが合わなかった時に、これを入れちゃって、連携しちゃったら、もっとカオスになってたんだろうなっていうのはめちゃめちゃ思いますね。被害は最小限に食い止められた部分もある。っていう見方ができると思うんですけど、本来起こってほしくなかったことの一つではありますよね。そうですね、もうまさに。これ避けるとしたら、すごく乱暴かもしれないんですけど、セールスソースの営業が紹介するパートナーを考えるべきだと思うんですよね。仮に、このお客さん、自分たちは将来的にこういうこともやっていきたい、バックオフィスもやりたいとか、その請求書の送付のところもやりたいみたいなリクエストが仮にあるのであれば、安かろう早かろうでパートナーを紹介すべきじゃないと思ってて、将来的な構想があるんだったら、フライクみたいにいろんな IT ツールに知見があるところを紹介すべきだと思うし、なんかそこのパートナーの選定の仕方が安かろう早かろうでパッて紹介しちゃった結果がこうなってるんだろうなっていうのはすごくあって、後半のところをお伝えするのが、新参のパートナーと古参のパートナーの違いみたいなところを言うんですけど、あとはパートナーに求めるのが安くて早くての求めたいのか、業務改善求めたいのかのパターンによって選び方が違うんですよね。そのあたりは後編でしっかりお伝えをしていこうかなと思います。ケース4つあったと思うんですけど、実はこれが一番あるある想像つくし、心痛くなるし、それがゆえにめちゃくちゃな高い金額払ってるユーザー企業いるなって思うんで、いいですか？いきますか、はい、心の準備が、1番目と2番目の3番目はこんなことあるんだっていう人は多分思っていると思うんですよね。こう見て、こううちじゃなくてよかったなって。ただ4つ目、これはね、ほとんどの企業が起きてると思います。構築開始前からライセンス契約、過剰契約の落とし穴っていうことで、ちょっとこれ僕何言ってるか分かんないんでお願いしますね。セールスソース入れましょうと決まると、もちろんそのプラットフォームがないと開発はできないので、何かしら契約をしないと進めれないですよねと。ってなった時に、普通に考えれば開発用のアカウントが1本あればよくて、その1本で開発をして使い始める時に、じゃあみんな分の分契約しようっていいんですけど、やっぱりどうしても全員分を最初から買ってくださいと。費用対効果とかやっぱ出してこられるんですよね。今1本契約したら定価ですと。で、使うタイミングでプラス120本契約したら定価になっちゃうから、最初構築期間中はめちゃめちゃ安いけど、5年先を見た時にトータルすると、このタイミングでこうなりますみたいな出し方をされるので、それに、じゃあそうか。って言って契約しちゃいます。なるほど。プロジェクトがうまくいけばいいですけど、そのままうまくいかなかったら、使わないライセンスを5年間契約し続けるっていうことが起きている。いや、これは難しい問題ですね。さっき志村さん言った通り、どっかのタイミングで価格が交差して、安い高いが、差が出てくるっていうのも全然考えなきゃいけない話だと思いますし、一方で無駄なものにずっとお金払うとかっていうのもまた難しい選択というかね、いずれ増えるんだったらみたいなところをどっかで考えてるケースが多分これに当てはまるってことですよ。そうですね。導入の時には3ヶ月間で構築が終わりますっていうのがよくあるパターンなんですよね。ただ3ヶ月で終わったらハッピーなんですよ。その時にはその交差するタイミングがもっと手前に来るから嬉しいんですけど、9ヶ月経っても12ヶ月にも経っても運用が乗ってませんっていう時には、数百ライセンスが1年間無駄に出費しなくちゃいけないっていうのはね、この手の提案ってそもそも数の問題とあと時期の問題もあると思うんですよ。僕が思う限りセールスフォースって1月に多分契約するのが一番安いのかな。多分セールスフォースの年度末があると思うんで、その半期手前で7月とかに営業もらうと、とてつもない営業来るんですけど、なんかすごい安く見えるんで、かつその安く見えたタイミングでいやいや3ヶ月で構築完了終わったらずっとハッピーな状態続きますみたいなこと言われて、なんかこれになってしまうケースありますよね。あるあるです。多いですよね。いや、これ何が正解なんだろうな。
正解は安く契約できて3ヶ月で終わることだと思うんですよ。なので事前準備でしっかり自分たちのその問い合わせの仕方だったりとか、そうですね、課題をどう解決したいっていうのをできてるところがベストなんですけど、前回の動画の問い合わせのやり方も良くない。CRM、SFA を3ヶ月後に導入したいです。からのこれらもう最悪ですよね。そうですね。さっきのはパートナーさん多分もう100悪いみたいな。この4番目に関してはお互い気をつけなきゃいけないことというか、お互いがちゃんとこう紳士的に、なんかビジネスパーソンとしてこう責務を果たした結果多分これを防げるかなとは思いますね。でも絶対あるある。だからなんなら一番聞いたことあるぐらい。っていう話を聞いてからこれ見るとめちゃくちゃこうぐさっときますね。本当にあった。本当にあったっていうのが、いやめちゃくちゃこうイメージできちゃうというか。そうネームバリューに騙されたっていうのはもちろん動画ではね言えないけども、有名パートナーだから安心っていうのはもう一回考えてほしい。とはいえこの動画はもう前編なんでここで終了ではあるものの、ここまでで終わったのは全く意味がないので、だったらどうやってパートナーを選ぶべきか、こういうふうな自分たちが選びたいっていうポイントがあると思うんですよね。例えば早く安く導入したいとか、導入や開発は専門家に任せて保守とか運用は自社で実施したいとか、最後が全社の情報基盤業務改善実施のためのシステム導入をしたいっていうのが多分このパターンくらいじゃないかなと思ってて求めてることが、じゃあその時にはどういう風な質問をしたらいいのかっていうのをしっかりと次の動画でお届けしていきたいと思っておりますので、合わせて次の動画まで見ていただけたらと思ってます。では後編までまたお楽しみに。バイバーイ。